はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの VZ シャーシ。前回サイクロンマグナムの方を搭載しました。で、今回は走らせてきました。同じコースを走らせて、どれぐらいタイムに差があるのか、そのあたり見てきました。ということでね、まずは全体の走行動画見ていただけたらなと思います。それでは、どうぞ。いやね、一発でね、レーンチェンジとかもクリアして、いい感じにね、走ってくれたんですよ。ただね、これはね、トラップがありまして、その前にまず、コースレイアウトの方、簡単にご紹介したいと思います。こんな感じで、この雰囲気懐かしくないですかね。僕の動画をね、わりかし最初の方から見てくださっている方だったら、この雰囲気ね、どことなくね、懐かしさを感じていただけると思うんですが、緊急事態宣言も明けましたので、よく行っていたコースに、久しぶりに行って走らせてきました。ちょうどね、いい感じのコースレイアウトで、難しいところって特にないんですよね。スタートしてレーンチェンジがあってコーナーが続いてテーブルトップ3枚ストレートがあってバンクそして下りスロープ着地枚数は2枚でコーナーがあってゴール完走するだけだったらそんなに難しくないコースレイアウトなんですがスピードを上げていくとねやっぱり肝になってくるのがレーンチェンジ今回のレイアウトこのレーンチェンジ逆振りになっているのでより難しいです。逆振りのレーンチェンジというのはコースの左側に沿ってマシンが走行してレーンチェンジに突入するような感じのものなんですが特にこれぐらいのショートコースだとそんなにスピードが出ないので難しくないかなって一瞬思ったんですがやっぱりねスピードが上がってくるとコースアウトしました。そしてね、先ほど言っていたトラップ。ちょっとね、こちらのスローモーション動画見ていただければ分かりやすいかなと思います。実はレーンチェンジ出口側の壁当たってなくて、この囲いの壁に当たってレーンチェンジ入っていただけだったんですね。しかもね、これ、サイクロンマグナムもレイスピアもどっちもね同じだったんですよ。しっかりレーンチェンジ対策をしてクリアした走行動画っていうのがありますのでそちらを見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。このショートコースで 0.6 秒差というのはね、明らかにサイクロンマグナムの簡単ギミックマシンの方が速いと言ってもいいんじゃないでしょうか。モーター自体は2台ともハイパーダッシュモータージャパンカップ2021のものをアケポンの状態で搭載しています。回転数とかは測っていないので速いかどうかはわからないんです。もしかするとレイスピアの方が速いモーターを積んでいる。逆にサイクロンマグナムの方が速いモーターを積んでいるという可能性はあるんですが正直ね、このぐらいのショートコースレイアウトだと、それぐらいの差だと、さほどタイムが出ないと思います。どちらかというと、マシンの構成、セッティング、その辺の方がね、重要になってくると思うんですよね。これがね、ハイパーダッシュモーターとパワーダッシュとかスプリントだったらまた話は変わってくるんですが、同じモーターの回転数が多少違うぐらい、それぐらいだとね、タイムにそこまで差は出ないかなと思います。まあね、そう言われてもね、いやいや、モーターのスペックの差は出るでしょうって思われるかもしれないので、一応ね、僕ももう一台マシンの方を持っていきまして、こちら僕のメインマシンなんですが、
これにライトダッシュモーターを搭載してノーブレーキで走らせました。一応ね、そちらの走行動画を見ていただけたらなと思います。ちょうどレイスピアとサイクロンマグナムの間ぐらいのタイム。ただパワーストは一番弱いですね。ライトダッシュモーターなんで、この2台のマシンのハイパーダッシュモーターよりも遅いモーターを積んでいます。それでもタイムの差がこの2台とそこまで変わらないという結果になったので、これでちょっと分かりやすくなったかなと思います。それでこの2台の差っていうのは、タイムだけじゃなくて乾燥率だったり安定感も違ったんですよね。レイスピアの方はコース3周を1セットだとすると2セット目ぐらいでね、レーンチェンジとか下りセクションとかでコースアウトすることがあったんで、こっちの方がね、乾燥率だったり安定感という部分では弱かったんですね。サイクロンマグナム、たまにコースアウトするぐらいかなっていうぐらいなんで、だいたいね、3セットぐらいは普通に走ってくれました。安定感で言ったら十分かなと思うんですよ。それでこのサイクロンマグナム、レーンチェンジも最初はね、クリアできなかったんですが、右前ローラー、これを逆付けにして、AT のバネ、これを硬いのにしました。ローラーを逆付けにしたのは、レーンチェンジ入り口で、こう、アウトリフトになって傾いて出口側に向かって行ってくれないかなっていう感じでやって、AT のバネを固くしたのはスラストを抜けづらくするためにしました。こうね、固くするとこのいなしの動きっていうのが硬くなってほぼほぼね、効果がなくなってくるので、今回の走らせたコースレイアウトだとそこまでね、引っかかるっていうことがないだろうっていうことが前提で固くしました。これがね、もうちょっと難しいコースレイアウトになってくると、ちょっと AT もね、柔らかめにしとかないと復帰率を考えると厳しいっていう時は、金バネとか、そういったセッティングで、レーンチェンジもクリアできる、復帰率もそこそこあるっていう、いい塩梅のね、セッティングを見つけなきゃいけないので、これはね、また難しくなってくるんですね。リア側は、もう一番柔らかい黒バネをね、使っているので、いなしの効果というのは残っています。こんな感じで。それで、安定感がいいということはね、やっぱりこの辺のいなしの効果っていうのがすごい出ているのが、ここをね、見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとここ縦にね、傷が入っているんですよ。やっぱりね、この辺に当たってこういう風にいなしていたんじゃないのかなと思います。この2台のマシン、パーソが一緒で、タイヤ系とギア比の違いぐらい、それ以外はね、全部ね、内部構成は一緒で、ギミックマシンと、いわゆるポン付けマシン、どう走りの差が出るのか、僕自身がね、見たかったんですよね。まあね、本当にね、こっちのね、サイクロンマグナムの方が速くて、僕自身はね、ちょっとホッとしてるんですよね。これがね、ちょっとこっちよりも遅かったら動画的にどうなの、今までお前何やってたのみたいな感じになるじゃないですか。まあその辺もね、なんか心配があったんですが、まだまだね、可能性がありそうなマシンだなと感じました。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。まだまだね、このマグナム、速くなりそうな気がするんですよね。モーターもね、ハイパーダッシュモーターなんで、まだパワーダッシュ、スプリントダッシュと上位のモーター残っていますし、
ギアの位置出しもしていないので、そのあたりだったりとか、あとはね、軽量化。どうしてもね、FRP のプレート使っているので、マシンのね、重量結構重いんですよ。ただ、FRP 縛りで作っているので、この辺のプレート類は変えずに、もう、できるだけ軽量化ですよね。そんな感じでやってみたりとか、またね、その辺できましたら、実際に走らせて、本当にね、中級車の中ぐらいのマシンになったのか、確認していきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。